ガンダムシリーズは数十年の歴史を持っているため、担当声優が奇跡に入ってしまうなど、やむを得ない理由で声優が変更になることがあります。最近は UC エンゲージで過去作のキャラたちが新規作画で描かれていることもあり、多くの2代目声優の方が起用されています。そこで今回はそんなガンダムの声優変更事情10選を見ていきたいと思います。未来ヤシマ。未来は機動戦士ガンダムの作中でホワイトベースの操縦士を務めながら、艦長であるブライトのサポートも行い、時には過労で倒れたブライトの代わりに艦長代理も行う苦労人となっています。温和な性格と包容力を持ち、ホワイトベースのクルーからはおふくろさんのように慕われていました。そんな未来の初代声優は白石冬美さんです。白石さんは機動戦士ガンダムから機動戦士ゼータガンダム、逆襲のシャアといったアニメ作品はもちろん、数多くのゲーム作品で未来を演じていました。多くの声優が変更となった劇場版機動戦士ゼータガンダムでも未来役に選ばれ、実に30年以上にもわたって未来を演じておられました。しかし2019年3月26日に虚血性心不全により死去。2015年から公開された機動戦士ガンダムジオリジンシリーズでは未来役を後任の方に譲っています。そのため本作ではガンダムユニコーンのミネバザビ役などで知られる藤村あゆみさんが後任を務めていました。しかし藤村さんは2019年4月1日を境に無期限休業となったため、再び未来役は別の方に引き継がれることに。そして2022年公開の映画機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島からは、劇場版ゼータガンダムでファーユイリーや未来の娘であるチェーミン・ノアを演じた新井さとみさんが未来役を務めています。指揮官のいない船なんてひどいものだけど、私には無理よ。あら、おあいにくさま。第一志望は他にございましてよ。空に上がったら主人によろしくね。隼人小林。隼人は機動戦士ガンダムの作中で一年戦争時はホワイトベースの一員として主にガンタンクの砲手を務めていました。グリプス戦役以降はカラバの中核メンバーとなり、再びアムロをはじめ往年の仲間たちと共にティターンズやネオジオンと戦っています。しかしダブリンでの戦闘で柔道をかばい壮絶な戦死を遂げました。そんな隼人の初代声優を務めたのは鈴木清信さんでした。機動戦士ガンダム、ゼータガンダム、ガンダムダブルゼータといったアニメ作品だけでなく、数多くのゲーム作品で少年期、青年期の隼人を演じてきました。しかし劇場版機動戦士ゼータガンダムにて多くのキャラで声優が一新された際に、青年期隼人の役も後任の檜山信之さんへ引き継がれています。ただ劇場版で声優が変更されて以降も、ゲーム作品における少年期隼人の声は引き続き鈴木さんが演じており、2017年に発売されたガンダム VS まで実に38年にわたって隼人役を務めました。また劇場版ゼータガンダムからはグリプス戦役以降の隼人の声を檜山さんが演じておられます。そのため劇場版が公開されて以降のゲーム作品では、青年期隼人は檜山さん、少年期隼人は鈴木さんという演じ分けがされていました。しかし2017年に公開されたジオリジン5激突ルーム開戦からは、少年隼人の声を中西秀樹さんが演じています。それに伴い2020年以降にリリースされた UC エンゲージやアーセナルベースといったゲーム作品における一年戦争時の隼人の声も中西さんへと変更されています。かっこよくいかんもんですね。アウド村はヒッコリーに向かってもらいます。やだな、苦手なんだよこれ。フラウボウ。フラウは食事も忘れるほど趣味に没頭しがちなアムロの世話を焼いていた少女で、ホワイトベースに上官してからは持ち前の面倒見の良さから避難民や孤児であるかつ列吉家の面倒を見るシーンがよく見られました。一年戦争後は隼人と結婚し、勝たちを養子として引き取っています。そんなフラウの初代声優は鵜飼留美子さんです。機動戦士ガンダムやゼータガンダムはもちろん、劇場版ゼータガンダムでも変わらずフラウを演じていました。また G ジェネレーションシリーズをはじめ2017年に発売されたゲームガンダム VS まで数多くのゲーム作品でフラウの声を務めています。しかし
隼人と同様に2017年に公開されたジオリジン5から声優が一新され、シードフリーダムでリデラード・トラドールを演じることになる福円美里さんがフラウ役を務めておられます。自分のやったことに自信を持てない人なんて嫌いよ。アムラ、頑張ってね。ランバラル。ランバラルはゲリラ戦を得意とする生粋の職業軍人で、その男らしさで多くの部下から信頼を得ていました。物語中盤においてアムロの越えるべき壁として立ちふさがり、その度量の大きさと生き様はアムロの精神的な成長に大きく影響を与えています。そんなランバラルの初代声優は広瀬正史さんです。機動戦士ガンダムで演じてからバーサスシリーズやディレンの野望といった様々なゲーム作品に出演されています。しかし2014年9月24日に病気療養のため長期入院することとなり、ラルの役も後任の方へ引き継がれます。そして2015年に公開されたジオリジンからはガンダムエイジでリアン・フォン・ロイドなどを務めていた木山茂雄さんがラルの声優となりました。ただ以降のゲーム作品でも主に木山さんが務めておられますが、2023年にガンダムコラボが行われたパズル&ドラゴンズなど一部のゲームではラルの声は広瀬さんが当てておられました。また広瀬さんは休養に入る直前までガンダムビルドファイターズに登場するラルさんの役を演じておられましたが、2作目であるビルドファイターズトライ放送時に休養に入られたため、第5話以降は宝木克久さんがラルさん役を担当されています。この風、この肌触りこそ戦争よ。ザビ家の奴らは人殺しだ。あんな奴らのためにだけは死ぬな。文名君、この機体にはまだまだ隠された機能があると見たが。ミネバザビ。ミネバはドズルザビの娘で、一年戦争後に唯一生き残ったザビ家の血を引く人物となっています。グリプス戦役ではハマーンから歪んだ教育を受け、ネオジオンのお飾りの君主として祭り上げられていました。しかしガンダムユニコーンではザビ家の血を引く者としての責任を背負い、戦争を食い止めるため奔走する芯のある女性となっています。そんなミネバの初代声優はビクトリーガンダムのルペシノなどを演じた伊藤美希さんです。伊藤さんはゼータガンダムやガンダムダブルゼータでミネバ役を務めています。しかし劇場版ゼータガンダムで多くの声優が一新された際にミネバ役は伊藤さんから平本あゆさんへと引き継がれました。平本さんは劇場版ゼータでミネバを演じて以降 G ジェネレーションなどのゲーム作品で幼少期のミネバ役を務めています。また2010年から展開がスタートした機動戦士ガンダムユニコーンでは16歳のミネバ役は藤村あゆみさんが演じています。その後藤村さんはガンダムナラティブや多くのゲーム作品で9年ほどミネバ役を務めました。しかし2019年4月1日から諸般の事情で声優業を無期限休業ということが発表されました。そのためゲーム UC エンゲージで展開されている機動戦士ムーンガンダムでは新たに宮下咲さんがミネバ役を務めておられます。ザビ家再興の日も近い。それが共に良き日であることを祈ってほしい。遊んでくれたのはよく覚えているよ。宇宙暮らしの身には地面に足をつけていられるだけで嬉しいものです。ジオンは受けた恩義は決して忘れません。マクベ。マクベは機動戦士ガンダムに登場するキシリア配下の突撃機動軍大佐です。連邦軍内に内通者を潜り込ませ、連邦の作戦を事前に把握し奇襲をかけるなど策略高い一面を見せていますが、一方で戦場で戦う兵士に対する情は薄いようで、黒い三連星からは前線に立つ兵士たちの気持ちが分かっていないと批判されていた人物でもあります。そんなマクベの初代声優は塩沢兼人さんです。塩沢さんは機動戦士ガンダムやゲーム機動戦士ガンダム X レビューなどでマクベ役を務めていました。しかし2000年5月10日自宅にて階段から転落したことが原因で脳挫傷により急死されました。そのため同年に公開された機動戦士ガンダム特別版からは田中将彦さんがマクベ役を務めました。その後ガンダムバトルシリーズやガンダム無双など様々なゲーム作品で田中さんがマクベを演じていますが、スーパーロボット対戦 GC など一部のゲームでは
ライブラリ出演という形で塩沢さんの声が使用されています。ちなみに塩沢さんが急死された直後はまだマクベの公認が決まりきっていなかったのか、同2000年に発売されたサンライズ英雄譚 R では加瀬康之さんがマクベ役を務めていました。また塩沢さん亡き後長らく田中さんがマクベを務めていましたが、2018年に公開されたジオリジン6誕生赤い彗星からは G ガンダムのジョルジュ・ド・サンドやガンダム X のロアビーロイ役で知られる山崎匠さんへと引き継がれました。なお山崎さんは塩沢さんと非常に性質が似ていることからマクベだけでなく様々な役を塩沢さんから引き継いでいます。違和感なく塩沢さんの公認を演じられる性質はファンだけでなく制作陣からも高い評価を得ているようで、ジオリジンの総監督である安彦義和さんからあの性質であの芝居ができる人がいたとはと賛辞をもらったことを山崎さんが自身の X で明かしておられます。ジオンはあと10年は戦える。裏があの壺をキシリア様に届けてくれよ。あれはいいものだ。このマクすべてを投げ打ち励む所存にございます。私の部下にも文化を愛する者がいたということか。クエスパラやクエスは逆襲のシャアに登場する人物です。ニュータイプの資質があり優れた感覚を持ちますが、精神が未熟ゆえに感じたことをそのまま口にしてしまう鮮魚な一面が見られます。作中では当初ロンドベルと行動を共にしていたものの、シャアの考え方に共感してネオジオンに参加し、アムロたちの前に立ちふさがりました。そんなクエスの初代声優は川村マリアさんです。アニメでは逆襲のシャアや2021年に公開された閃光のハサウェイ、ゲーム作品ではバーサスシリーズや UC エンゲージなど最新作のゲームでもクエス役を務めてきました。シリーズが長期化しているため様々な事情から声優交代も珍しくなくなってきていますが、クエスに関しては2024年に公開されたクロスオーバー UC エンゲージアクシズ編でも変わらず川村さんが演じています。このように30年の長きにわたってクエス役は一貫して川村さんが演じておられますが、一度だけ別の方がクエスを演じたことがあります。それは1989年12月に販売された角川カセット文庫版逆襲のシャアベルトーチカチルドレンです。本作ではゼータガンダムで川村さんが演じていたベルトーチカが登場するため、キャストの兼ね合いから劇場版でチェーミンノアを務めた正真由美さんがクエス役を務めました。それトンボ帰り。大丈夫、私の頭は鈍いんでしょ。アルフレッド・イズルハ。アルフレッドは0080ポケットの中の戦争に登場するキャラクターです。中立コロニー軍サイド6のリボーに住む普通の小学5年生で、友人からアルの愛称で呼ばれています。中立コロニーで謳歌する日常を退屈に感じ、変わり映えしない日常を吹き飛ばしてくれるであろう戦争体験に強い憧れを抱いていました。そんなある日、コロニーに侵入してきたジオン兵のバーナード・ワイズマンと開口。彼との交流や死別を経て、戦争の過酷さと虚しさを知り、精神的に成長していきます。そんなアルの初代声優は浪川大輔さんです。浪川さんはシリーズの様々な作品に出演しており、ガンダム00ではミハエル・トリニティ、ガンダムユニコーンではリディ・マーセナスなどを務めています。そんな浪川さんにとって初めて演じたガンダムキャラが子役時代に勝ち取ったアル役でした。ただアルはモビルスーツに登場しないため、ゲーム作品等では全く出番がなく、OVA から20年近く経った2006年に発売されたゲーム「機動戦士ガンダムクライマックス UC」で久々に登場します。この時アル役は比嘉久美子さんに変更されました。声優変更の理由としては、アルを演じた当時は12歳だった浪川さんが20年の時を経て大きく声変わりしたことが挙げられています。コミックナタリーに掲載されたガンダムユニコーンブルーレイ特集のインタビューによると、30歳頃にゲームの収録でアル役のオファーが届いたものの、収録してみて声が全く違ったことから降板となったと浪川さん自身が語っています。しかし1999年に発売されたポケットの中の戦争の DVD、また
2017年に発売されたブルーレイの CM では、逆に浪川さんの声変わりを利用して成長したあるという設定で、浪川さんがナレーションをされています。バニー、忘れてないよ。カリス・ノーティラス。カリスは機動新世紀ガンダム X に登場するキャラクターです。世界統一という理想のため、自らの意志で強化を受けた人工ニュータイプで、物語中盤にガロードたちの前に立ちはだかりました。当初はニュータイプとしての使命に執着していましたが、ガロードとの出会いを経て徐々に心境が変化していきます。強化の後遺症を抱えながらも最終回以降も生存しており、強化人間としては珍しく人並みの人生を送った人物でもあります。カリスの初代声優はゼータガンダムなどでサラザビアロフなどを務めた水谷優子さんです。アニメで演じて以降、G ジェネレーションシリーズやスーパーロボット対戦といったゲーム作品でカリス役を務めていました。しかし、2016年5月17日に乳がんで亡くなられています。それからしばらくライブラリ出演という形で水谷さんの声が使われていましたが、2018年に稼働を開始したエクストリーム VS2 以降はガンダムエイジでエミリー・アスノやユノ・アースノを演じた遠藤彩さんがカリス役を務めておられます。僕がニュータイプだ。そう、僕がニュータイプだ。ニカ七浦。ニカは水星の魔女に登場するキャラクターです。地球寮のメカニックとして欠かせない存在で、その温魔な性格も相まって寮生から尊敬を集めており、粗暴なチュチュもニカネーと呼び慕っています。ただ実は地球側の武装組織フォルドの夜明けの連絡係で、学園内で暗躍するシャディクとは協力関係にありました。ニカの声優は水星の魔女1話から宮本ゆめさんが演じています。しかし2022年11月14日に10月末から続いていた体調不良を理由に声優を一時休養しました。そのためアニメ第1クールの10話からは後にシードフリーダムで姫子ゆりを演じる白石遥さんが代役を務めています。ただ第2クールの収録時には宮本さんの体調が回復したことで、2023年2月21日にはニカ役への復帰が発表されました。そのため第2クール以降は第1クールの8話までと同じように宮本さんがニカを演じています。メカニック科2年のニカ七浦です。わかんないことあったら聞いてね。頑張れ花婿さん。ということで以上、声優が変更になったキャラ10選でした。最近ではシリーズも長期化しているため、かつて担当されていたキャストさんが奇跡に入られたり休業状態となることで声優交代となるケースも珍しくありません。それでも作品を途切れさせないため、前任者が積み上げたキャラクター像にマッチする声優さんを見つける制作陣、前任者へのリスペクトを込めて演じる声優さんの姿からは作品に対する大きな熱意が感じられるのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。